はい、お疲れ様です。新玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回はね、作家になるために必要な考え方の部分の話をね、していこうかなと思います。で、今日話したいテーマは、なんていうかな、時々起こる論争じゃないけれども、時々ね、盛り上がる、昔からあると思うんだけども、ハンドメイド販売は、その趣味としてやるのか、仕事としてやるべきなのかっていうね、そんな話をね、ちょっとしていきたいと。で、なんでね、このテーマをちょっと話をするかっていうと、ちょっと前にね、某 SNS とかでね、ちょっとなんか結構盛り上がってた話で、それをたまたま目にしてね、その前にね、僕もこんなフレーズ使っちゃいけないよとか、そんな発信もしてたもんだから、それにね、似たり寄ったりの話をみんなでこう、わー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 やってたから、どんな風にみんな、ハンドメイド業界でね、羊毛フェルトだけじゃなくて、いろんな意見があるなと思って見てたんだけども、で、その時にちょっと感じたのが、結構前提となる部分を抜きにしてみんなこう論争してしまっていて、結構なんていうかな、間違ってはいないんだけれども、いや全部正解なのに、全部正しいのに、なんでみんな白黒はっきりさせようとするんだ。でこれちゃんとした前提があって、それに基づいて論争してて、白か黒かっていうかね、そういうところの方向に持っていくならわかるんだけれども、そこ抜きでなんか白か黒かどちらが正しいんだみたいな話になってるから、と思っててね。で、僕が一番言いたいのは、僕はね、この YouTube の発信も、ノートやブログとかでも記事を書いてたけど、それを発信してる理由っていうのはね、これからさ、作家業で食べていきたいとか、あるいはね、副業でも何でもいいの。しっかりと5万とか10万円でもさ、稼げるようになって、しっかりとして自分の手で仕事を生み出して、自分の手でお金を稼ぐっていうことをやりたいっていう人のために、それをやるんだったら、こうやってやらないとうまくいかないよ。だからこうするべきだよっていうことを発信してるわけね。で、そういう前提があって発信してる。で、この論争は結構毎回っていうかね、時々起こるでしょ、あっちこっち。だけど、大体そういったその前提の部分が抜け落ちて、感情論だけでこうぶつかり合っちゃってるから、良くないなと思ってて。で、僕が何が良くないかって思ってるかっていうと、これからこの世界に参入しようとね、あるいは駆け出しで頑張ってる人とか、あるいはね、もう何年もやってても、ね、SNS がこんなに頻繁になってきてるの最近だから、それを見て、やっぱり嫌な世界だなって思ったりとか、せっかくこれから始めようと思ったのになんかドロドロしてて、こんなギスギスしてるところに入りたくないと思ってやめちゃったりとか、もったいないじゃない、そんなこと。で、そういうのを、なんかこう、見ないようにすることはできないじゃない。もう不可能じゃない、はっきり言って。目に入ってきちゃうしさ。で、この活動したら絶対に SNS でね、発信をしていくことだって絶対にするわけだから。ってなるとね、目につかないっていうことはもう不可能だから、目にするんだけども、でもその時に無駄に傷ついてほしくないよ。で、今日話したいのは、その発信の仕方が間違ってるとか、そういうことじゃなくて、そういう発信は絶対あるわけで、周りを変えることなんて絶対にできないんだから、まず大事なのは、自分がどうあるべきかっていうことをちょっと話していこうと思うわけね。自分がどうあるべきかな。みんながね、言ってる、それぞれの立場で言ってること、どれも正解なの。なんでかって言ったら、自分がやりたい目的があって、で、それに向かってやってるんだから、それの目的を達成するためにやってることは正解なの。人に迷惑かけないことであればね。全部正解。例えば、なんていうかな、ハンドメイド販売をしてるんだけれども、利益重視じゃなくて、とにかく自分は作り手としてね、好きなもの、もうとにかくものづくりが好きだと。で、それを作ってさ、で、自分の世界観をしっかりそこに表現して、で、それを素敵だって言ってくれるお客さんが手にして喜んでくれる。もうこれを見るのがもう最高の自分の幸せなんだ。作家業として、作家として、これがもう本当に幸せなことなんだって、それが目的だったら、それをやっていればいいじゃない。それを向かってね、やってる人はもうそれで正解なんだからいいじゃない。誰かにとやかく言われる必要ないの。僕みたいなやつに、いや、そのやり方は間違ってるよ。こうじゃないと稼げないよなんて言われる筋合いないの。だって僕そんなこと言ってないじゃない、そういう人。僕が言ってるのは、これから作家業で食べていきたいって、そこを目的にしてる人。ここの目的の人、ここの目的の人、ここの目的の人。それぞれ行き着くべきゴールが違うんだから、やるべきことも全く違うんで、それなのにみんなそういうなんか論争じゃないけど何かテーマの時に言い合ってる時って、こういった前提を度外視して全てもう一緒くたにしてもうぐっちゃぐちゃのごちゃ混ぜの状態で自分のそれぞれの立場で物を言い合ってるから、それは話まとまるわけないし、その中で白黒をはっきりさせる必要って全くないじゃない。でそれがおかしなことが起きてるよ。でそれを見せることによって、なんていうかな、せっかくねやろうと思って
た人たちがね、やっぱり気が引けちゃって参入できなくなったりね、するから、そういうのはやめてほしいなっていうか、やめるべきだよねって発信がダメじゃないの。僕だって発信してるわけだし。ただその前提となる部分をしっかりと言っておかなきゃ。そしてそれについて意見を言うんであれば、否定的な意見をね、例えば僕に否定的な意見なんか全然言ってもらっていいの。あんまり来ないけどね。でもたまにね、否定するわけじゃないけど、なんか意見を言ってくる人も時々いるんだけれども、それはそれでね、その考え方もありじゃない。で、ただね、その意見を人に言う場合は、やっぱりそこの前提となるものをしっかりと捉えた上で言わないと、ただの誹謗中傷になるからね。一部分だけを捉えて、事実と全く異なることを、ね、そこで想像して言ってしまうっていうのは。いや、ここではこういう表現をしているけれども、前提としてこれがあって、これを言ってるんだから、で、全体を見たら全然違う話になるはずなのに、もうここだけを捉えてバーって言う人が多いからおかしくなって、で、今日言いたいのはね、そういうもんだからさ、もう仕方ないよねっていう話。これはもうね、どんなに、注意喚起をしようが、みんながどんなに協力しようが、これはなくならない。そこはなくならない。そういう人は必ずいて、変わらなきゃいけないのは、周りじゃなくて自分なわけ。作家活動をやってきたんだよね。で、やっぱり、無駄に誰も傷つきたくないし、ね、疲れるだけだし、そんなところにエネルギー使いたくないから、そんなところにくだらないエネルギー使うんだったら作品に使った方がいいね。自分の心構えっていうか、その、マインドだよね。そこをね、しっかり変えていく必要があるんで、そんなことをね、ちょっと話したいなと思ってね、いい題材だなと思って今回このテーマにしたんで。まずね、ちょっと今ここまでの話を整理しておくと、みんなね、それぞれやってること、目的に向かってやってんだから全て正解だよ。だから、誰かにとやかく言われることもないし、自分が信じてやってんだったらいいの。まずそれが一つね。で、これちょっとね、覚えててほしいっていうかな、ぜひね、こういうふうに思いで、作家業っていうかな、何でもそうなんだけども、取り組んだらいいよっていう話をちょっとすると、僕ね、これね、自衛官時代にその教官やってた時に、学生にさ、よく言ってたこと、これ、ペンがあるでしょ？シャープペンなんだけど、このシャープペンのね、みんなが見えてる面はこっちだよね。で、僕側の面、反対側の面がどうなってるか、これ想像できる。って言った時に、いろんなこと想像できると思うんだよね。これと同じ状態が裏にもある。もしくは、こんなボールペンみたいな、こういうクリップっていうかな、こういうものがついてるのかもしれないし、どっかのね、会社のメーカーの名前が書いてるのかもしれないし。どうだろう？今、これを見て、みんなはそれを判断できる。想像しかできないよね。想像しかできないわけさ。で、多いのは、この想像だけで物事を語っちゃう。それじゃダメだよ。だから、やらなきゃいけないことは、この裏側を、事実を確認しなきゃいけない。じゃあ、確認してみて。どうやって確認する？って言った時に、二通りの人がいる。一つはね、これを裏返してみようとする人。もう一パターンは、自分が動いて見に行こうとする人。このどちらかなんだけれども、僕がね、よくね、学生に言ってたのはね、自分から動くやつになるんです。で、これなぜかっていうと、これを動かそうっていう、する人は、相手をどうにかしようとしてるの。深層心理の中で。人を変えようとする。人を動かそう。それはね、無理。だって他人だから。自分じゃないから。難しい。めちゃくちゃ難しい。じゃなくて、めんどくさがらずに自分が動けよっていう話。自分が動いたらさ、ちょっとね、こっから真正面から見たのを、ちょっとね、見に行っただけで、ちょっとさ、角度が変わるじゃない？見える角度。すると、今までこの方向でしか見てなかったことが、こっちから見ることによって、違うものが見える。違う一面が見えるの。それをやることによって、こんなことがそこでは起きてたんだ。そんな事実があったんだ。ってなって、結構さ、例えばね、これが人を責めることだとするよ。こっちから見てさ、ばっかりでなんかすごく、非難されるようなことばっかりでバーって文句言う人いるけど、でもよくあるじゃない。蓋を開けて後からよく聞いたら、実はこういう理由があったからあの時こうだったんだよって言ったら、そうだったんだ、じゃあしょうがないよねってなったことあると思うの、少なからず。で、それって結局自分が動かずに、ここだけを見て、ここを動かそうとして、でも相手は堅くなに動いてくれないから、もう想像だけが働いて、どんどん悪いことを言う。もうね、これが起きてるんだよね。いろんなところで。だから、とにかくね、何かを確かめようとか、何かを、なんていうかな、事実をね、知ろうとかって思うんであれば、自分が動けって話。だから全ては自責なんだよね。
人のせいにしない、人を動かそうとしない、そんな暇があるんだったらまず自分が動く。それで見えるものが全て変わってくるから。まあ、億劫だよ。自分が動いて行動するっていうのはさ、でもそれを当たり前にやれるようになると、いろんな知識が増えるし、いろんなものの見方ができるし、もう自分が人としてすごく成長していくんだから、ぜひね、そういうことをね、やっていってほしいなって思います。もうそれをやれないと、やっぱりね、作家として食べていくなんてとてもじゃないけどできないの。悪いけど。人を動かそうという人は、何をやっても絶対に成功することはない。一時的に成功することはあっても、それが続くことはない。そうではなくて、やっぱり自分の労力を惜しまずに動く。人のためになることをする。で、やっぱりそこが大前提じゃないかな。そういったところをね、持ってると何が起きるかっていうと、きっと自分から動く人はやっぱりみんな見てるから。そしたら自分が困った時にね、誰かがね、自分のために動いてくれるから、絶対に。これなんとなくわかるでしょ？そうじゃなくて、ずるくてさ、コスずるくて、自分は楽して他の人を動かしたりさ、するやついるじゃない。で、そういう人が実際に困った時に誰か助けてくれる？絶対助けてくれないよ。そんなもんでしょ。だから、やっぱりね、見返りが欲しくてやるんじゃなくて、やっぱりそれを癖つけるわけじゃないけど、自分のためにやってあげる。まずそこが大事かなって思うね。で、そういう心構えでやってると、きっとその SNS とかで自分が発信してることに対して何か意見を言ってくる人がいたとしてもね、ちゃんとした人だったらその前提の部分を見てくれて、ものを喋ってくれるから、なんともね、絶対変なこと言ってこないし、でもここの部分しか捉えられない人っていうのは、さっき言ったように、ここの部分しか見ないで一生懸命言ってる人だなって思って、放っておけばいいの。別に。その人に、今度ね、やっちゃいけないのがだよ。その人に、あなたはここしか見てないけど自分で動きなさいって言ってもダメなの。動かないし、その人を変える必要なんてないから。だって自分を攻撃する人だからね。そんなことはする必要ないからほっとけばいいの。そんなところに時間も労力も使う必要ない。自分の好きな人にだけ時間と労力を使ってあげればいいだけ。まあそんな心構えでいるとね、あんまり疲れないんじゃないかな。いちいち傷つかなくていいんじゃないかなって思うのでね。で、あとね、もう一個大きなところで、傷つかないためにっていうかな、自分を守るためにも、やっぱりね、自分で目的っていうものをしっかり持っといてほしいね。自分は何のために何を成し遂げたくて、何を手に入れたくて、どんな自分になりたくて、今これをやってるのかっていうものをしっかり持っておくこと。そして、これを手に入れるために絶対にこれとこれとこれとこれはしなきゃいけない。で、順番はこういう順でやっていなきゃいけないっていうものが絶対に見えてくるはずだから、これが決まってればね。で、それに向かって淡々と進んでいれば、進めるでしょ。モチベーションが続かないとかっていう人は、これがないから、いかないの。これがある人はモチベーションがここに働いてるから絶対になくなることなんてない。スピードがどうあれね。絶対になくなる。何年かかろうが絶対に行こうとする。で、モチベーションが続かない人はこれがない。だからこれをしっかり持ちましょう。で、これが持ってれば軸があるから、周りに何を言われても絶対に自分がこれになるために必要なことが見えてるから、これを淡々とやってくれ。もうただ、それさえあれば、もう全然周りの声なんて気にならない。まずそもそも入ってこない。基本的には入ってこない。たまにノイズのように入ってくるけど、そこまで気にならない。だって、目の前のやることが忙しくて、それどころじゃないから。で、それがないから気になるの。みんな。気にするようなことじゃない。というとこかな。でね、まあちょっとね、話最後ね、取り留めない話になったけど、とにかくSNS 時代で、やっぱり発信者としてこれからね、作家活動していくんだったら、絶対に SNS は必須だから。だって、自分の作品を発信しなきゃいけないし、集客するために発信しなきゃいけないし、いろいろね、やるべきことがあるから。だからやっぱり嫌な意見を聞く時もある。で、その時に自分が潰れないためにも作家としてやっていくためにも、今みたいな、ここから一つの方向から物事を見るんじゃなくて、いろんな方向から見れるやつになろう。で、いろんな方向から見るために、これを動かそうとするんじゃなくて、自分が動いてやればいいっていうだけ。そういう風に活動していくと、自分のやりたいこともしっかり見えてくるから、で、この目的がバチンと決まったらね、やるべきことも見えてくるから。そしたら軸があって、ブレなくなるから。そしたら周りの声だって気にならない。そして、周りの声が聞こえたとしても、それはそれとして、一つね、そういう見方もあるんだなって、自分の考えがちょっと足りなかったなっていう風に考えれる余裕ができる。で、これがないと、その余裕がないから、いちいち噛みつきたくなったりとかしちゃうわけね。というわけでね、そんな風にね、日々ね、何か物事を考えるときは自分が動くってことをやってくれるといいんじゃないかなって思います。はい、そんなところです。今回もね、この話がね、ためになったなっていう人はね、いいねボタンと、あとね、何かどんなことでもいい、こういった作家になるためにこんな考えですかとかね、こんなこと必要ですかっていう質問だったり、あるいは技術的なことでもいいから、
何かね、その聞きたいことがあったら、僕はね、全員必ず答えてるので、僕が答え続けれる限りはね、キャパオーバーする人数が来るまでは、もう絶対に答えるつもりでいるんでね、せっかくね、答えを聞ける、答え合わせがね、答え合わせっていうか、まあ僕の意見でしかないけれども、それでもね、ちょっとした答え合わせができるのってなかなかないと思うから、ぜひね、そういうふうに活用していってほしいんだよね。で、どんどんその活用して、いろんな知識をつけて、で、自分が作家として活動するために必要なね、スキルをね、どんどん積み上げていってほしいなって思います。はい、そんなところです。じゃあね、最後まで見てくれてありがとうございました。それじゃあまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕がフェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。